どうも皆さんこんばんは、ソニック研究員のケイティです。今回は今月発売したソニックの新作ゲーム、ソニックスーパースターズのレビューをしていきたいと思います。新しさと懐かしさが共存した横スクロールソニックの完全新作。果たして面白かったのかどうなのか。20年来のソニックファンが忖度なしで感想をぶちまけますので、ぜひ最後までお楽しみください。ネタバレは極力控えてますので、未プレイの方も安心して見ていってくださいね。なお、今作にはマルチプレイ機能がありますが、今回はシングルプレイの感想のみをお届けする予定です。それでは始めましょう。まずは今作の良かった点から。まずは何といってもシンプルで楽しい操作性。横スクロールの 2D ソニックは走る、飛ぶ、この2つができれば遊べちゃう超シンプルなゲームです。複雑な操作をする必要がないので、誰でも簡単に遊べちゃいますね。しかも丸まってジャンプしてる間は常に敵に攻撃できるので、何かあったらジャンプしとけばとりあえずなんとかなります。大雑把な操作でも十分楽しめる点は横スクロールのソニックの大きな魅力です。もちろんこの他にも色々なアクションが盛りだくさん。シリーズおなじみのスピンダッシュやキャラクターごとの固有アクション、さらに今作初登場のエメラルドパワーなど様々なアクションがゲームに花を添えてくれます。ソニック経験者の方は最初から色々なアクションを駆使して、ソニック初心者の方はまずは走りとジャンプに集中して、慣れてきたら他のアクションも試してみるといいんじゃないでしょうか。続いての良かった点は綺麗で可愛いグラフィック。2D ソニックの画面はとにかくカラフルです。色鮮やかなステージ、個性豊かな敵たち、そこを駆け抜けるカラフルな仲間たち、もう見ているだけで楽しくなってくるような賑やかな世界が広がっています。今作から横スクロールのソニックも画面が 3D になったので、ソニックのカラフルで賑やかな世界がより一層パワーアップしていましたね。一瞬で駆け抜けてしまうのがもったいないくらいです。あと今作はキャラクターたちがめちゃくちゃ可愛い。全体的に少しボテッとしたフォルムをしていて、めちゃくちゃ愛嬌があります。おかげで遊んでいてとても癒されました。今作を購入された方はぜひキャラクターたちの細かな動作にも注目してみてください。続いての良かった点はボリュームがすごいこと。まず今作には新しいギミックが目白押しです。発売前のトレーラーにも映っていたツタを使ったギミックやサイバー空間で変身できるギミックをはじめ、他にも色々なギミックが実装されています。詳しくはネタバレになっちゃうので言えないんですが、ずっとソニックをやってきた人たちはおっと思うギミックもたくさんありました。あとボス戦も面白かったですね。どのボスもみんな倒し方が違って非常に個性的でした。毎回倒し方を模索しながら戦うのがすごく楽しかったです。そして極みつけは今作に収録されているステージ数。今作には全部で30個ほどのステージがあります。これは歴代の 2D ソニックと比べてもかなり多い方ですね。加えて周回プレイをする必要もあるので、これ1本でかなりの時間遊べます。なんだかんだでクリアまで10時間以上かかりましたかね。シンプルな横スクロールアクションゲームとしては非常に長く遊べるゲームになってくるんじゃないでしょうか。続いてはプレイヤーに優しいゲームシステム。まず今作には残機やゲームオーバーがありません。つまり何度失敗しても直前からやり直せるということです。たとえ難しいギミックやボスにやられても簡単にリベンジできちゃいます。何度も挑戦していれば必ず攻略法が見えてくると思うので、難しい箇所に遭遇しても根気よく挑戦してみましょう。また今作にはワールドマップがあって、一度クリアしたステージにいつでも再挑戦できます。昔の 2D ソニックでステージをやり直したい場合は、また最初から始めるか裏技を使うしかありませんでした。そのためワールドマップの実装はめちゃくちゃありがたい要素ですね。気に入ったステージや練習したいステージを気軽に周回できるようになったので、めちゃくちゃ遊びやすくなったと思います。またこのワールドマップではキャラクターの変更もできちゃいます。これも昔の 2D ソニックを知っている身からすると画期的ですね。昔の 2D ソニックは一度キャラを決めたらクリアするまで帰れませんでした。それが今作ではゲームの途中でも簡単にキャラ変更ができるようになったということで、かなり遊び方が広がりましたね。例えばソニックでプレイしていてちょっと気になるところがあったらテイルスで再挑戦して探索してみるみたいな遊び方もできるようになりました。このように今作は基本的なゲームシステムが非常にユーザーフレンドリーです。そのためこれまでの 2D ソニックと比べると格段に遊びやすくなっているのは間違いないでしょうね。ここからは今作のいまいちだった点について紹介します。まず何より難易度が高い。さっき基本的なゲームシステムは非常に遊びやすいと言いましたが、肝心のステージやボス戦がまあ難しい。特に後半のステージはとにかく罠と敵が多くて、さらに即死ギミックも満載なので正直めちゃくちゃ苦労しました。あと 2D ソニック特有の動き方の癖、これも難しさに拍車をかけていましたね。2D ソニックのキャラって動き出すのに時間がかかったり、逆に感性が効きすぎて止まりたい時にピタッと止まれないんですよ。こういった癖も今作にしっかり引き継がれていたので、キャラをうまく動かせなくて失敗するということもよくありました。
ただ良かった点で紹介したように今作にはゲームオーバーがないので、たとえ失敗したとしても簡単に何度でもやり直すことができます。何度もやってれば罠や敵の配置も覚えてきますし、癖のある操作性にも慣れてきて、だんだんと面白くなってくるのがソニックというゲームの不思議なところです。逆にこのくらいの難易度やキャラの動き方の癖、これぞ 2D ソニック、これがやりたかったんだという方もいると思うので、人によってはむしろウェルカムだったかもしれないですね。ただそうは言っても、ソニック初心者の方やアクションゲームに不慣れな方は、この難易度や操作の癖に戸惑うことになると思うので、少々人を選ぶゲームになっているのは間違いないんじゃないでしょうか。今作の購入を迷っている方は、難易度は高めだということを考慮した上で検討してみてください。続いては、ボス戦の待機時間が長いこと。良かった点で紹介したように、今作のボス戦はどれも非常に個性的で面白いんですが、一方でかなり戦闘が間延びすることが多いです。というのも今作のボス戦はダメージを入れられるタイミングが少ないんですね。敵の攻撃を避けている時間の方が圧倒的に長くて、こちらが攻撃するタイミングはちょっとしかない。しかもそのタイミングで一発しか攻撃を入れられないので、体力が多いボスと戦った際はかなりの時間を消費します。昔は連続で何発か攻撃できたはずなんですが、今作では1回攻撃したら2発目以降はダメージが入らないようになってましたね。ボスの方は怒涛の攻撃を仕掛けてくるのに、こっちの攻撃頻度が少なすぎる。このバランスの悪さはちょっと気になってしまいましたね。どのボスもコンセプトが面白いだけにもったいないなと思いました。以上の点を踏まえた上で今作をお勧めしたいのはこのような方々です。2D ソニックのファンの方、少し難しいアクションゲームをやりたい方、死にゲーが好きな方。本作は従来の 2D ソニックの特徴を忠実に再現したまさに正当進化といえる作品です。また難易度が高い代わりにゲームオーバーがなくてやり直しが簡単なので、いわゆる死に覚えゲーに近いところもありますね。横スクロールアクションゲームにしてはボリュームもあるので、難しいゲームが好きだという方はかなり楽しめるんじゃないかと思います。一方で今作をおすすめできない人は、アクションゲーム初心者の方で、さらに別にソニックじゃなくてもいいという方です。まずアクションゲームに慣れていない人にとっては、今作の難易度は非常に高いです。また良くも悪くもソニックらしさが全開のゲームですので、特にソニックが好きでもなく、興味もあまりない。ただ横スクロールのアクションゲームだからという理由だけで手に取ると、ただ癖が強すぎるゲームという印象しか残らないかもしれません。逆にアクションゲームが不慣れだったとしても、ソニックに興味があるという方や、3D のソニックが好きで 2D もやってみたいという方は、今作を買ってみるのもありです。ですがその際はぜひ、難易度は結構高いよということは頭に入れておいてくださいね。以上、ソニックスーパースターズのレビュー動画でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。ゲームの感想などもどしどしコメントしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。